スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ今日はいよいよ天王星が双子座に移りますよというお話です。そして一般的に2025年問題、2025年7月問題と呼ばれることについての大事なお話をしたいと思います。その前にこちらの動画にたどり着いていただいてありがとうございます。出会いに感謝しております。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてすでに登録済みの方は本当にいつもサポートありがとうございます。皆さんの温かいコメントもとても元気につながっております。またインスタグラムの方で毎週金曜日インスタライブ、開運ライブもしておりますし、貼り付けてあるね、ノートの方でさらに詳しい星読み解説なんかをいつも出してますので、ぜひそちらもご覧ください。さあ、それではですね、2025年問題っていうのは、先生術的に見て、どう見ても大きな変化が起こるよと言われているということなんですけど、それが特に日本に影響を与えていると言われております。実は2024年にも同じような動画をね、出してるんですけれども、改めてこの天王星の動きについてお話をしたいと思います。まず冥王星が水瓶座に2024年の11月に移動しましたね。そこから始まっているわけですけれども、そして本格的にその2024年の11月以降は冥王星水瓶座時代というところに入っていってるわけです。で、ここが割とクローズアップされてると思うんですけれども、実は一番2025年に影響を与えるのは、その犯人は実は天王星なんですね。で、私は天王星のことを暴れん坊将軍と呼んでいるんですけれども、この天王星は84年で一周しますね、ゾディアックを。で、この84年で一周の周期の中で、2025年の7月の7日に双子座に戻ってくるんです。で、天王星は移動の前後に大きな揺さぶりをかけますので、7月の1日ぐらいから15日ぐらいまでの間は、本当に大きな揺さぶりのかかる期間だと言われていて、それを怖がらせたいわけではないんですけれども、やっぱりいろんな先生術師や、上につながっている方が7月の5日とかね、やっぱりこの周辺に注意しましょうということを発信されているんだと思います。で、天王星は通っていくフィールドを全部壊していくんです。だからこういう回りながら、回ってるところを暴れ回りながら壊していくんですけど、その目的は世直しなんです。だから暴れん坊将軍っていうふうに呼んでいるわけですけれども、一時的には壊して破壊しますけど、通り過ぎた後に世直しが行われているという天体なんですね。で、これがだいたい84年かけて世界を一周して直していくと。っていうことは、84割る12ですから7年ごとですね、サインを移動していって、同じサインにだいたい7年ずついながら、7年でテーマ、その、居座っているサインのテーマやフィールドを改革していきます。割と7がキーワード。で、私自身はいつもお話ししているこのシンボルが私が今日登録商標を持っているシンボルですけど、ある時にこの七芒星が降りてきてから、ここの七芒星に書いてある言葉も全部降りてきたものをテキストにして、メソッドにして、リーディングカードも作ってお届けして、この内容を先生術にも入れているものが、今私が提供しているすべてのメソッドに生かされています。その時からやっぱり7っていう数字がずっと私の中にあるんですけれども、天王星も同じ7年周期で動いている天体ですけれども、この7年間のお牛座改革期というものをもうこれで終えるということです。で、お牛座を振り返ってみると、お牛座っていうのはもともと12星座の中で一番頑固で一番変わることが苦手なサインです。だからそこに改革の天王星がいた7年は、ものすごい天王星は苦労してたはずです。一番変わりにくいところを変えようとしていたので、例えば社会の構造そのもの、骨組みそのものとか、政治とか金融、教育、マスメディアっていう、確固として一番古くて変わりにくいもの、それを変えようとしていた。だから、変わる必要を感じて、変わり始めている人は、多分この動画を見ている人の中にはとても多いと思うんですけれども、世の中の大半は一番そういうところを変えてほしくない、変わられたくない、同じ政党にぼーっとし続けるのも同じで、ほとんどの人が変わりたくない方を選んでしまうので、天皇制はもううずうず。
最も頑固で硬い殻を破らせようとしていた7年間。ですから改革は進んでいたけれども、ちょっとスローでした。ですが、双子座は今度は十二星座の中で同じことを続けるのが最も苦手なサインです。私も双子座ですけど、とにかく変わることは大好きです。お牛座と真逆ですから、天皇制の改革には同意して、はいはいはい、変えよう変えよう、私も賛成っていう流れになります。ですから逆に言うと、今度は変わることが苦手な人にとってはとってもしんどい7年間に突入していくかもしれません。で、これは今まで続けてきたことを無理やり全部がダメで全部やめて他のことを始めた方がいいということではありません。むしろ逆かもしれません。双子さんは一体こう、何をやってるかっていうのとは全然関係ないんです。だからあなたがずっと続けてきたお仕事を、双子座だから、変えなきゃいけないの、私仕事変えなきゃいけないのと思わないでください。何をやってるかは双子座は関係ないんです。双子座は物質とは全く縁がなくて、マインド担当です。ですから、ここで変えようとしてるのは、みんなのマインドです。同じ仕事をしてていいんです。でも、マインドを変えていく必要のある7年間です。だから例えば、新しいことに常に挑戦していなければ、新鮮ではいられないっていう古い思い込みとか、なんか調和を保っていたら自分が幸せになれないんですよね、みたいな、こうずーっとここ10年ぐらい流行っていた、スピリチュアルの世界で結構言われていた、そういう思い込みとか、あるいはその逆の思い込みとか、とにかくこうあらゆるマインドの思い癖、で、その中でも、もちろんネガティブな影響を与えている思い癖を変えていくとき。で、これ、心理学用語では、limited belief って言うんですけれども、私がこれをもとに提供している、メソッドの一つが、マニフェステーション実現プロジェクト。で、これも新しく作ったもので、日本ではまだまだマニフェステーションコーチが少ないので、マニフェステーションコーチも育てています。興味のある方はぜひなんですけれども、まあ、この中でも、ステップの中で、皆さんの願望実現の邪魔になっているのに、ずっと持ち続けていて、そのたった一つのもののために、こんなに才能があるあなたなのに、すっごくいいアイデア、コンテンツを持ってるのに、めちゃめちゃ努力もしてるのに、結果がつながらないっていう人いますね。その人たちの99%は、このリミティッドビリーフっていうのを持ってるんです。で、これを手放すプロジェクトなんですよね。ですから、ちょうど双子座の天王星期っていうのは、こういう、今までそのマインドでは何やってもツール変えても幸せになれないよう変えていくチャンスということになります。で、人によって人生が違うから、その内容はもちろん異なります。今日という日までに育て上げてしまった潜在意識の中に持っている、自分では大事だと思って持っているけど、それ持ってると、幸せになれないリミテッドビリーフ。これを完全に手放していく。で、実はね、これ一人では絶対にできない唯一のことなんですよ。それに私も気づくまでに何年もかかったから、一人でやってて10年間いろんなセラピーやって何ともならなくって、そしてやっとやり方を見つけて、なんでこれ一人でできないから今プロジェクトとして提供してるんですけど、リミティッドビリーフは自分では気がつかないところにあるんです。見えないところにあるんです。だから他の人に見つけてもらう。で、逆に言うと、あなたは他の人のは見れるんです。よくこの人、ここの思考を変えれば、この人、ここちょっと変えるだけでって思うことありません？それほんと合っていて、他の人のは分かるんですよ、みんな。だけど本人は分からないの。なんで、特にこのマニフェステーション実現プロジェクトにいる皆さんは、他の人のインスタの発言なんか見てても、もうマインドが育ってるので、あの人、あの手放すべきマインドここにあるよね。いつもこういう投稿の仕方だけど、ここだけマインド変えればいいのにっていうのがこう分かるようになってくるんですね。でもそんな皆さんも自分のは分からない。だから人生面白いわけですよ。回答の載っていない問題集をやりに来ている。自分の回答はみんな上に置いてきてるんです。他の人のは回答用紙付きのものを持ってるんですけれどもね。で、これもなぜかというと、宇宙は人とつながりの中でサポートをし合いなさい。それが地球に生きるということですよ。それしないんだったら上にいても一緒だから、地球にいるというところはそういうこと。なんでみんな自分の答えは持っていないの？人とつながりながら、人をあなたは助けてあげなさい。
あなたは他の人の答えを持ってるから。そしてあなたは助けてもらいなさい。ということなんです。ここに私もある時この七母星が来て気づいたんですよ。それまで友達が本当に私はいないし、未だに少ないですけれども、一人ぼっちでね、もう思い出すと、学生時代から本当に苦手でしたけれども、だけどやっぱり一匹狼では幸せになれない。だって自分で見れる自分自身っていうのは限られているからっていうふうに気づき始めたわけですけれども、なので私のように社交が苦手で友達を作りにくいタイプの人も思いますし、人もいるので、何もたくさんの人とつながると言ってるわけではないんです。たった一人でも自分自身を外側から愛を持って見てくれる人、メンターでも友達でも家族でも、そういう人、自分が変わるためのアドバイスを愛を持って与えてくれる人と人生で一人でも出会えればいいわけです。で、これはそういうふうに人生を作ってあるのは何度も言いますが、地球に降りてくるということは、お互いサポートし合うということを学びに来なさいという宇宙の意図から自分では答えが出せないようになっているというわけです。ただし、これは人に決めてもらうんじゃないんですよ。あなたの人生をあなたが決めるんですよ。そのために必要な気づき、これは人と関わりながらもらってくださいという意味です。で、こうしたつながりの中でですね、今度は自分にはできないことや自分の強みでないことにも気づきます。で、それを強みとして持ってる人とサポートし合うっていうことも学んでいくわけです。だからこそ人間、コミュニティ全体が上昇していくというビジョンこそ宇宙の意図、風の時代の象徴的な幸せな世界です。風の時代のキーワードのナンバーワンはコミュニティですからね。で、それが一番得意なのがアジア人、そして日本人なんですよ。ですから、風の時代になると持ち物を手放していくことになりますが、自分が全部持っていなくてもよくてって思える、このおおらかさ、寛容さ、これ日本人はやっぱり一番才能があるんですね。これからはいろんな気候変動も起こる、ワイルドウェザーが避けられないことは先生術師はみんな唱えてます。ですから物は減っていくんですよ。食べ物もどんどん少なくなっていくんです。だから自然災害に関係する天体のアスペクトは全部すごいアグレッシブです。フレッシュなフードを育てるのはすごい困難かもしれません。ですからこれも私たちが必要な分だけ必要な人に届くように意識をしなさいという宇宙からのメッセージの一つなんです。で、私たちは豊かさを、お金をバロメーターとして測定してしまいますけれども、例えばお米がこの世からなくなれば、いくらお金を持っていても、お腹いっぱいのお米を買うことはできないわけですよ。それならば、必要な分のお米だけ毎日あった方が幸せかもしれません。風の時代はとにかく風だから軽やかに持ち物を減らしていきます。ですから、あなたが必要なもの、そして他の人が必要なものを持っていて、それが自分で足りないから、分かりやすく言うともう本当、物々交換とかサービスも交換し合うみたいな中で自分の持ち物を減らしていくと。そこに気づいている人たち、でも私の周りに今いっぱいいます。ここにいる皆さんもきっとそうで、そんな話ばっかり最近していて、やっぱりここに気づいている人たちはものすごい宇宙から今サポートが入ってる。だから手放せば手放すほどサポートが入るということを経験しています。確かに持ち物を減らしていくことが、今の開運行動なんだということに、気がついています。ですからそのためにも、あなたの得意な、あなたの強みっていうのを分かっていることも大事。自分が持ってないものじゃなくて、持ってないものは他の人に助けてもらえばいいわけですからね。なので自分が持っているものと足りていないもの、あなたができる教え、サービス、提供できる経験、アドバイス、自分のことは見れないから、じゃあちょっとあなた見てくれる。でも私はあなたをサポートできるよ。こういう関係。これが必要となっていくということです。ではここでもう一度2025年問題と言われるものについて考察してみたいと思います。2025年日本が大変なことになるという噂が飛び交っていて、それは先生術のエリアからも出ているんですが、一番の原因は天王星の移動と言われてましたね。で、このさっき言ったように7月の7日に84年ぶりに双子座に入りますが、実はこの後一旦逆行して牡牛座に戻って、2026年の4月の26日からが本格的に双子座の天王星時代というものを迎えていきます。
で、先ほども言ったように、暴れん坊将軍は改革のために何かを壊すというプロセスを必ず通ります。一旦更地にしたところに新しい制度、新しいもの、新しい価値観を構築していきます。歴史を振り返っても天皇制が参与を移動するために、そこのエリアの何かを壊して何かを構築するということをやってきているわけです。ですから、その度に人類は傷を経験しています。記憶に新しいところでは、2011年3月、お羊座天王星が移動した。その時に東北大震災が起こってます。それから、その他に歴史上でも、お羊座の天王星は、だいたいその株式の大暴落とか、大恐慌みたいなものをもたらして、世界全体に大きな影響を与えるということをやってきています。で、私自身は、いつも見ている方はご存知のように、もともと歴史が専門で、歴史の教員免許も持っておりますし、歴史を学んでいて、そこからこう、先生術のホロスコープと歴史上の出来事をこう組み合わせて考察していくと面白い。そうやってこう、エビデンスがだからあるわけですよね、出来事という。を解説していった結果、今提供している新時代先生術というものにたどり着きました。で、ちょっとこう天王星との絡みで言うと、先生術の世界もなかなか頑固に古い考えっていうのは、やっぱりなかなか書き換えられないし、蔓延しているっていう場所もあるんですね。ずっとこう土星は悪者だったり、スクエアっていうのは厳しいアスペクトになったりとか、木星にだけ拡大のこう目を向けたりとか、もうずっとこう同じように。でも、そういうこう大きな動きに目を向けさせられているなっていう感覚もちょっとある時からあったわけです。私はその歴史とこう紐解いていった時に、その王道の読み方だと説明できないことがいっぱいありすぎて、大事なところを見落としてしまっているかも、も一つだし、ちょっとあんまり普段言わないことを今回あえて言うと、あえて、まあ、大きな声では言えないんですけど、と言っても皆さんのボリューム次第ですが、そのよくね、国民に不利な政策を通すときに、芸能人のスキャンダルが出て、私たちの目をくらます、そらすみたいな噂がありますね。それって陰謀論だけじゃなくて、まあ、実際にあると思うんですよね。ですから、実は政治とか経済の世界だけではなくて、スピリチュアリティという世界でも、今の時代にあるものが、全く日常にはない時代に生まれた星読みをそのまま頑くなにこう、適用し続けていることで、大事なものを見落としてしまうことがある。あえて目をそらされているように誘導されているかもっていう気になる時すらあるんです。で、私はそのほら、歴史の出来事とこうやってやるから。あれ、王道の呼び方だと全然こんな風にならないはずなのにとか、まあ、そういうことに気づき出してから、だからその目くらましをされずに出来事と当てはめていって、自分自身で見ていった時に、大きなものばっかり見ているから、ちっちゃなもの、それが小惑星。で、小惑星は読まないでいいよって教わってきたんですけど、私も、逆にじゃあ読んでみようかな。積極的に読むと、何か事実を表してたりするという、まあ、新時代先生術を編み出して提供しているということです。で、これはただですね、個人的な感覚だけで喋ってますので、信じるか信じないかは皆さん次第です。ですから、まっすぐホロスコープと事実をつなぎ合わせて歴史と当てはめる方が、私的には何者かに操作されていない星読みができるんだな、ではないかなとこう思っているというだけなんですが、まあ、ちょっとそういう意味で言うと、例えばブログでも何回か書いてますが、フランス革命が起こったのは1789年の7月の14日でしたね。で、実はこの日、天王星と木星が獅子座でコンジャンクションしていたんです。しかも金星もくっついてました。で、先生術では民衆が主役になるっていうもう典型的なアスペクトです。で、それまでは封建制ですが、民衆が主役になるために個々の感情が大爆発してしまうっていうアスペクトでした。で、フランス革命はその後8月の4日から5日にかけて獅子座で太陽と水星と木星がコンジャンクションしていく中で、封建制度の終止符としての特権制度っていうのが廃止されていくわけです。もう1000年にも及ぶフランスの封建政治の終止符でした。で、実はここが、こう何度もお話今までもしてるんですが、あまり世間的にも、こうなぜかここの事実はあんまり公になっていないところなんですが、フランス革命の瞬間のホロスコープってかなり
小惑星も入れて読んだり、全体的で見ると恐ろしいものなんですよ。すごくこう良いイメージをね、今の言ったように木星が絡んでるのっていう風に、じゃあもうそっから私たちの人類はいい方向に拡大していくのねって思ってしまうわけですけれども、一般的には平和の改革のように思われてますが、実は歴史家たちの間ではそうではなくて、封建制度が壊れた後に、その後のことっていうのをちゃんと見ると、それを壊した過激な派の人たち、過激な派の先頭を取っていた人たちは、封建政治よりも恐ろしい恐怖政治っていうのを始めたわけですね。なぜかここ割と切り取られてしまう。だから結構こう木星の動きは、とんでもないモンスターを大きくさせることもあるんです。他とのアスペクトによってはということです。彼らは反対する人は全部処刑処刑処刑なんです。もう有無を言わさず処刑していきました。ですからフランス革命は一つの時代を終わらせるために必要だったことではありますが、フランス人がその後ちょうどその後の何年間幸せになったかというと、一番苦しいしんどい時代を送っていたというふうに歴史家たちは捉えている。だからこれはその太陽、水星、金星、木星といえば、もうラッキーなことしか起こらないと読んでしまうよりは、そこに天王星とのアスペクトも見ていくと、天王星が暴走しすぎた結果というふうにも言えます。で、ちなみに天王星が発見されたのが1783年ですね。ハーシェルによって発見された。だからこのね、H の字みたいなマークになってますけど、まあ、ハーシェル兄弟ですね、厳密には。で、彼らは音楽家だったんです。音楽家で星が好き。で、音楽と星はつながっているっていうのは、私が提供している新世紀科学クラスでもお話しするんですけれども、で、彼らは星が好きで自分たちで天体望遠鏡を作って、その精度が良かったので、今までのものよりも。だから今までよりも遠くの星が見ることができて、天王星を発見したんですね。で、ちょうどこの後、1783年から今言ったフランス革命とか、独立運動とか、独立戦争のような改革が続いていくので、これもあって天王星は改革の天体というふうに言われていると。で、ちょっと現代に戻ってくると、7年間お牛座にいた間、じゃあ私たちが無理やり手放したものは何でしょうということですよね。それはお牛座の領域ですから、古い体制とか古い価値観とかステータスとか社会構造です。ですからこの間に有名企業がたくさん倒産しましたし、大きな政治団体の解体がありましたね。US エイドなんかいうのはもう典型的ですね。これはまさにお牛座の土台を揺るがしているわけです。裏金とか、そういうものもお牛座の領域です。お牛座はお金に関係しています。それを解体することによって裏にあったものがこう見えていく。そういう感じですね。影響力のある会社とか事務所の解体、これも日本でもありました。すごい力を持っていた芸能界の事務所がこう解体されていくとか。まさにお牛座の天皇制。もちろん COVID がありました。それによって古い仕事のやり方とかがこう解体されてオンライン、フレキシブルに変わっていきました。で、その中で、お牛座は日常でもあります。を示しているサインでもあるんですけど、昨日までの日常的な自由や幸せは永遠に続くと思っていた私たちが、そうではないということをこうみんな知ってしまったわけですね。古い体制にしがみついているだけでは安全じゃないよということも気づいてきました。大きな構造とか組織、ステータスっていうものも当てにならないんだよ。そこに依存しているだけでは幸せになれないんだ。そこに認められたところでどうしようもない時代になるんだということに気づいた7年間。そして双子座へ。ということで、今度は前回天皇制が双子座にいた時を振り返る必要が出てくる。したくないけど出てくる。それは1941年8月から1949年の6月。もうこの期間、歴史に詳しい人なら、そうじゃない人でもピンとくる日本の暗黒時代です。つまり私たちが戦争をしていた。1941年、その少し前に日本軍がフランスに進駐して10月に東条英機内閣が設立される。そしてその年の12月に真珠湾攻撃。これにより太平洋戦争が勃発しました。これはまた別の動画でちょっとこの時のことを詳しく先生術で書いてるんですけど、これによってアメリカが加わったことにより世界
体制になっていくんですけれども、そのアスペクトも実は先生術で説明ができます。別に挙げてるんで、興味ある人は探してみてください。で、1942年にミッドウェー海戦でしょ。1943年に、ガタルカナル島の撤退、1945年にヤルタ会談で、その後3月にすぐに東京大空襲、7月にポツダム宣言、8月に原爆投下。それでポツダム宣言を日本は受諾するっていう流れ。これ全部天皇制双子座のエネルギー。で、その後10月に民主化。指令が GHQ から出るわけです。ここで日本の軍事国家が終わると。1946年が吉田内閣の設立ですからね。そして日本国憲法もその時に配布されて、私たちは戦争しない国というふうになって、今後の戦後のね、日本の土台ができたと。これが全部そのエネルギーです。で、日本はやっぱり戦争によって多くの人類を失って、多くのものも失ったプロセスがあり、軍事主義が最大限になって、軍事主義や封建制度がその後大きくなって排除されて民主国家へて変貌していく。これを全部双子座の天皇制時代にまたやるのかなっていう懸念があるわけです。全部を一回壊してから民主主義っていうのを立て直したという流れですよね。戦争っていう暗黒トンネルに入ってから抜け出すまでの苦しみの期間なんです。そこに天皇制が戻ってくるので、なんか日本にとってはやっぱり暗いね、記憶の場所に戻ってくるっていうこともあって、いろんな予言もされています。で、ただ私は先生術はその出来事、これが絶対起こるよって決めているものではなくて、あくまでエネルギーの中でこういうエネルギーでこういうことに意識をして気づいていかないと幸せになれないよっていうのが描かれているからだけなので、もし私たちがその意識を双子座のマインドを変容させていきましょうっていう宇宙の問いかけに入って答えることができたら、違う方向に歴史は変わっていく。前回はプロパガンダに操られたわけです。だから、こうなんだなって言われるがままの情報が事実と違っても、私たちはそのまま受け入れて戦争に一緒に進んでいったわけですけど、今回は一人一人の意識がしっかりと真実を見るという方向へ向かっていれば大丈夫です。大きな権力が一方的に提供する情報をそのまま鵜呑みにしないということはとても大切です。双子座の天皇制の目的は、古いマインドと古い情報機関、古いマスコミュニケーションの革命ということを覚えておかなければいけません。信じやすい日本人だけが間違った情報を与えられて、素直に受け取ってしまわないようにということがとても大事です。もう前回も民主化がすでに世界で起こっていたわけですけど、日本だけがその情報が入っていなかったわけですね。だから日本が前回と同じように社会の変化についていけなくて、間違った情報の中で古い考えを育てていかないように、これが大事。まず金融が大きく変わる。これは双子座、天皇制時代。それから投資のエリアでも古いやり方が壊れていく。裏金とか影の権力者とか、ちょっとね、このことについて私もプロじゃないから詳しくは説明できないので言葉だけを言います。もう詳しい人の動画とかを探せばいいと思うんですけど、ディープステートとか、そういう言葉を聞いたことがある人は多いと思いますけど、怪しい話をしようとするわけではなくて、やはり裏の社会っていうのは確実に先生術をやってると分かる、存在しています。ですからそこに操られないことが私たちは大事で、私たちが知っていると思い込んでいる情報は本当に真実の一部であるということに気づく。これが双子座天皇制時代の特徴です。そうですね。そして最終的には最初にお話ししたように、お金の価値っていうのも変わっていって、お金を持っていても必要なものが手に入らない世界になるかもしれませんけど、でもそれがイコール悪い不幸になるということではなくて、それで幸せになっていくという新しい時代が生まれるのかもしれないし、すでにそこに気づいている人は動き始めていますよね。個人的には日本人の方が一番大切なものを持っているのではないかと思ってます。一人で頑張るだけじゃなくて、つながりとコミュニティの中で最も効率の良いシステムを構築して、実際にそれを実現する力というのもその一つで、これは日本にいると多分気がつきにくいと思いますけど、海外ではないそのエネルギーが日本にはいっぱいあります。本当に素晴らしいものいっぱいあります。
なんかそのベタな言葉かもしれませんけれども、心から平和な状態とか、調和、美しいなんかエネルギーっていうのを望むっていう力ですね。これがあるんですよ。だからお金よりもこうしたエネルギーの方が大切な時代になっていくのではないかと思いますね。日本人は変わることやチャレンジは確かに苦手かもしれない。で、確かにそういうふうに一般的にも思われていますけれども、でもよくよく見ると、海外のものをさっと取り入れて、より良いものへと、なんかレベルをアップさせて、変容させて器用に使うっていうのって、それって上手じゃないですか。だから実は、頑固さがある一定のところだけに働くだけで、平和や調和のためにこっちに変わる必要がありますよってなった時には、全ての人が団結して一挙にそこに動いていく力があるから、他の国よりも何よりも気づいた時の改革のスピードっていうのは一番速い人民じゃないかなと基本的には思ってます。で、ちなみにこれもちょっとまた別の話をすると、こうした日本人の良さ、気づいている人たちもいっぱいいます。で、その気づいている人たちの中には、それが面白くないエネルギーも、やっぱり黒いエネルギーもあります。そうすると、その日本人の良さが発揮されると困るというふうにこう感じている影のような存在もいて、これも怪しい話ではなくて、科学的にも光、影っていうのは常にくっついて、光っているところほど影も濃くなるわけですね。くっついてきちゃうんですね。で、海外に住んでいる日本人の方が、日本の美しい調和の心は大変素晴らしい光であり、それが幸せな世界を作るための必須のエネルギーであるよねっていう話をよくするんですよ。で、私もお友達、王子いっぱいいますけど、日本に最近はよくみんな旅行に行く、帰ってきた時に、日本のその美しい素晴らしい精神をみんなびっくりして帰ってきます。なのに、何かこの逆にこれもちょっといろんなところで最近言ってますけど、日本に住んでいるこう人たちが日本の良さを逆に海外的な生き方の方がいいのよみたいな、もう調和とかじゃなく自分一人でわがままに進んでいきましょうみたいなことを煽ってたりすることもあるんです。で、これって日本人の良さが奪われていく方向ですよね。だから、っていうのはちょっとありますね。だから本当に皆さんはですね、日本の方が今これを見てたら、自分たちのこう、歴史とか、自分たちのこう育ってきた環境とか、いろいろコンサーンするところはあるかもしれないけれども、でも民族としての素晴らしい光にぜひね、自信を持って、海外の真似をしなくてもいいよっていうことです。ただし、自己否定とか自己犠牲がダメなだけです。調和のために自己犠牲はしないでくださいっていうだけです。だけど本当に素晴らしいものを持っていることをもう一度ここでお話しさせていただきたいと思います。日本人が海外の人種のように生き方を無理する必要はないんです。本当にそうです。ということで、やっぱり日本人の素晴らしさ、アジア人の素晴らしさ、ヨーロッパの方の素晴らしさっていうのがあるわけです。で、最初の話に戻ると、それぞれがいろんな役割が必要で生まれてきているのに、自分のルーツや自分の持って生まれているものを否定して、他のものになろうとする。みんながそうなっちゃっていったらぐちゃぐちゃになるわけですよ。自分たちの強み、自分たちらしさ、自分たちが持っているものを最大に生かして、自分たちの持っていないエネルギーは外からもいただいて、その中でうまく物々交換やサービス交換やマインド交換や情報交換をしながら、私たちは地球号全体として上に登っていくというのが宇宙の意図ではないかなと思います。もう SNS はとてもいい方向に使うことができると思います。前回のように一部のエネルギーじゃなくて、私たちは全部の情報を頑張れば知ることができるから、政治からの情報だけじゃなくて、なんでそういう意味では期待ができるし、ただし反対に煽られてしまっていることもいっぱいある。私たちの良さをこうなくそうとするエネルギーに引っ張られている場合もある。ですからどうか皆さんは皆さんのままで居続けて自分らしさを保ったままでマインドだけを広く柔軟に変換して真実の声に耳を傾けるそれだけをこうねフォーカスしていけば素敵な、双子座天秤座時代になるのではないかと思います。ということですので今から最後にこの宇宙から私がいただいたセプタグラムのカードから見ている皆さんへ
メッセージをお届けします。ここでいきますか。一番上のを取ります。お、エニアグラムです。まさにこれ9というのは、数比術の世界では日本人の数字なんですね。こう各国を数字に当てはめるとっていうのがあるんですけど、9、9人野球、野球は外でってアメリカで生まれたものですけれども、日本がとても上手だし、なんなら今こうアメリカを越す勢いで、大谷さんなんかも育っていますけど、まさに9人の野球9っていうのは自分一人では絶対勝てないわけです。塁に出て誰かがバントして送って一つの点を取るっていうもうまさに一番チームプレー、まさに宇宙がやっている。あなたは足が速いから、2番走者になりなさい。あなたは力があるから4番か5番バッターになりなさいっていう、そういうのと同じなんですよね。まさにこの9、日本人が一番得意、国として一つの力として上に上がっていくことができます。だからぜひこう影でいろんな力は動いていますけれども、私たちのこう持っているね、やっぱり素晴らしいその質を生かして素敵な国としてますます成長していくのではないかと思っております。ということで今日はここまでにいたします。素敵な天王星双子咲きを迎えていきましょう。